こんにちは。サイバーコネクト2ゲームクリエイターセミナー2023プログラマー編を始めさせていただきます。今回はゲーム会社に評価される作品の作り方というテーマで講演をさせていただきます。よろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介からさせていただきます。株式会社サイバーコネクト2でプログラマーをしています。伊藤大輔と申します。鬼滅の刃、日の神血風譚の制作に携わっており、主に UI を担当していました。略歴です。4年生のゲーム系専門学校を卒業した後、新卒でサイバーコネクト2に入社しました。今年で入社して4年目です。続いて本日のプログラムです。こちらに記載している順番でご説明させていただきます。まずは今回の講演の対象者についてです。C プラですでにゲーム作品を作ったことがある方を対象にしています。そのため、細かい単語の解説やプログラミングの始め方、ゲーム制作の始め方についてはご説明いたしませんのでご注意ください。次はゲーム会社に評価される作品を作る前に必ずしておかなければいけない準備、心構えについてご説明いたします。まず、目標を決めてください。一口にゲーム開発といっても、コンシューマーゲームの開発とモバイルゲームの開発では求められるものが違います。まずはどちらのゲーム開発をしたいのか、目標を決めていきましょう。目標を決めたら、それぞれで求められるスキル、知識がどのようなものなのかを知りましょう。会社により違いはありますが、制作に利用する言語やゲームエンジンにも違いがあります。そのため、同じ応募作品でも会社によって評価は大きく変わります。弊社では C プラでゲーム開発をしていますので、C シャープのモバイルゲームの作品だけで応募してもいい評価ができないということになります。次に、学校の授業が全てではないということを知りましょう。よく学校の授業の中で学んだことだけで作品を作られる方がいますが、学校の授業は時間も期間も限られていますので、ゲーム制作において学校の授業が全てではありません。そのため、自分の興味のある技術は自分で積極的に調べ、どんどん学んでいきましょう。周りの環境を最大限活用してください。自分一人で全てを調べて学ぶのは効率的とは言えません。先生にわからないことを聞くのはもちろんですが、友達とゲーム開発に関する知識を共有したり、お互いに得意な箇所を教え合ったりすることで、一人で学ぶよりも多くのことを吸収することができます。特に先生は実際にプロとしてゲーム開発をしていた方も多く、ゲーム開発の際に起きる問題点の解決方法をすぐに見つけることができるので、積極的に活用していきましょう。学校にある環境や教材など活用できるものは何でも活用して効率よく勉強を進めましょう。そして希望する企業に評価される作品を制作しましょう。次はゲーム会社に評価される作品がどんなものかについてご説明いたします。弊社の場合は作品面と技術面、この2つのポイントで作品の評価をしています。作品面でのポイントはこの2点です。楽しく遊べるというのは大前提で一番大切なポイントです。プログラマーよりもゲームデザイナー寄りの内容に聞こえるかもしれませんが、皆さんが目指しているのはゲームを作るプログラマーですので、楽しく遊べるものを作るということを必ず意識しておいてください。次にゲームとしての体裁が整っているということです。タイトル画面があって、ゲーム画面があってといった画面設計や、プレイヤーに必要な UI が表示されているなど、ゲームの基本的な実装がされている必要があります。先ほどの2点を踏まえると、ここに記載している内容が作品面の NG です。制作者が面白いと思っていても、それをユーザーに実感してもらえなければ意味がありません。ゲーム自体が面白くても、ユーザーに親切じゃない部分があると、印象は悪くなります。例えば、操作ガイドがない、チュートリアルがないなどは、ここに記載している操作しづらい、難易度が調整されていないの原因になってしまいます。次に技術面の評価ポイントです。アイディアを実現できる力があるかどうかです。作品面の評価ポイントでお話しした
楽しく遊べるゲームを実際に実装する必要があります。本当はこうしたかったにならないようにしましょう。専門的な知識や技術があるかどうかについても評価のポイントです。例えば、描画やコリジョンなど、詳しい仕組みがわからなくてもエンジン側の機能を使って簡単に実装できます。しかし、それがどんな仕組みで動作しているのかを知っていないと、不具合が出たときや処理負荷が問題になったとき、関連した機能を追加するときなどに対応できないとならないように、専門的な知識が必要です。前のスライドで話した内容を踏まえると、ここに記載した内容が技術面の NG です。やりたいことが実現できていないものや、既存のサンプルを拡張しただけのもの、コードや設計に工夫がないものなどは、そもそも不具合で動かず、クラッシュしてしまうものは評価自体ができません。作品面と技術面の2つのポイントを踏まえて、ゲーム会社に評価される作品とは何か、それは楽しく遊べて技術力がわかる作品です。ではここからゲーム会社に評価される作品の作り方についてご説明いたします。まずは楽しく遊べるゲームについて考えていきましょう。ゲームを制作する側が楽しく遊べるゲームがどんなものなのかについて分かっていないと、楽しく遊べるゲームは制作できません。そのため、まずはいろいろなゲームを遊びましょう。遊んで、そのゲームのどんな要素が楽しさを作っているのかを分析しましょう。ボタンの配置への配慮があるだけで遊びやすくなり、楽しさが増します。自分が制作しているゲームと同じジャンルのゲームを参考に、どのような要素が入っているのかを分析しましょう。ぜひ作品にはチュートリアルを入れましょう。チュートリアルは作品の面白さをわかりやすくユーザーに伝える役割を持っています。ゲーム本体を渡されて、別の資料や口頭での説明がなくても遊べるようにしましょう。作品の具体例として合格者の応募作品を見てみましょう。画面右側にボタンガイドが出ています。キャラクターが地上にいるとき、空中にいるときで取れる行動が変わるため、リアルタイムでボタンガイドが更新されています。こうした配慮がゲーム内にあるだけで遊びやすくなります。楽しく遊べるゲームの作り方で次に気をつけてほしいことは、UI、エフェクト、SE を実装するということです。UI は、例えば HP ゲージなどのルールの根幹になるようなものは、ユーザーがいつでも確認できるように表示するようにします。エフェクト SE は、ユーザーのアクション、例えばボタンを押した時などのタイミングで必ず再生するようにしてください。ユーザーがアクションをした時に、それに対して良いリアクションがあると気持ちよさを感じて、結果的に作品の面白さにつながります。逆にリアクションが不足していると、自分の行動をゲーム側が認識しているかどうかがわからなくなり、気持ち悪さを感じてしまいます。では、具体的に合格者の応募作品を見てみましょう。3D のシューティングゲームです。ゲームの最初に操作方法の説明があります。ロックオン数やスコアなど、ユーザーに必要な UI が出ています。弾を撃った時や敵を倒した時に SE やエフェクトを出しています。続いて、技術面での工夫になります。技術力がわかるゲームとはどのようなものか考えていきましょう。まずは設計にデザインパターンを取り入れてみるというのが一番始めやすいかと思います。ファクトリーやステートマシンは実際の現場でもよく利用されます。仕様の変更や追加をしやすい設計を考えます。現場だと仕様の変更や追加は必ず発生します。実装時点でどんな変更が発生する可能性があるか、その場合、どんな設計だと対応が楽かを考えて設計します。他には、作業を効率化するためにツールを作るのもいいと思います。こちらも具体例として応募作品を見てみます。戦闘機を操作して敵機を倒すゲームですが、楽しく遊べるために勝利条件や武器の違いなどが分かりやすく表示されるようになっています。UI やエフェクト、SE などもしっかり実装されていて、遊んでいて気持ちの良いゲームになっています。さらに、こちらの作品にはデバッグ機能として、コリジョンを調整するツールが内蔵されています。こういうツールがあると、パラメータを設定して起動し直してといったことをせず、簡単に調整ができ、技術力もしっかりとアピールできる作品になっています。ちなみに私も学生時代には
マップの作成ツールだったり、2D キャラのカットツールを作ったりしていました。2D キャラのカットツールはアクション単位でアニメーションやコリジョン用の区形を設定できるようにしていたので、いくつかの応募作品で流用して制作期間の短縮ができていました。クラッシュしないことは大前提ですが、回避するためにデバッグしやすいコードを書くようにしましょう。例えば、オートを対応しない、ログを出すようにするなどです。あとは単純にデバッグ回数を増やすというのも一つの手です。期間を事前に決めておいて、まずは全体でどれだけ不具合があるかどうかを分かるようにすれば、修正の優先度も決めることができます。自分の PC 以外の環境で動作するかどうか試してください。応募した会社で動作しなければ意味がありません。応募する会社に事前に作品を確認する環境を確認しておくとより確実です。まとめに移ります。どんなゲームを作りたいか目標を決めてください。次に、ゲーム会社に評価される作品とは何かを理解し、応募する会社に応じたスキルをアピールできる作品を制作してください。ゲームなので、楽しく遊べる、クラッシュしないのは大前提です。その上で、操作回り、難易度、リアクションなど、ゲームとしての体裁を整え、仕様の変更、追加をしやすいように制作するようにしましょう。参考書籍、ウェブサイトの紹介です。こちらは私が学生の頃に実際にお世話になっていたページです。まずはロベールの C++ 教室です。ゲーム制作の際に使用する C++ 自体についての学習ができます。かなり詳しい解説がされていますので、一度 C++ を勉強してある程度の知識を持っている人でも、このサイトで復習する価値があります。次はゲーム作ろうです。ゲーム制作に必要な知識、技術が基礎から応用まで解説されています。何か実装したい機能があるときに、このページを覗きに行くと、良い回答が得られるかもしれません。最後にお知らせです。ゲームクリエイターを目指す方へおすすめの書籍をサイバーコネクト2オンラインストアにて発売しております。各書籍の詳細は概要欄のサイバーコネクト2オンラインストアのリンクからご確認ください。本セミナーは以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。